皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。前回に引き続きマッチングの話です。で、マッチングといってもですね、いろいろなバリエーションが問題としてあるんですけれども、今回は最大マッチングという、なるべく多くのペアをマッチさせるという問題を扱います。現実的には、例えば、労働者の集合とタスクの集合があって、で、誰がどのタスクをやるのかというのを、うまく割り当てて、で、みんなでなるべくたくさんのタスクを片付けられるようにすると、そういう最適化問題が該当します。特に今挙げたような労働者対タスクというような二部グラフのマッチングは、現実的に重要性が高くて、品質の問題ですので、今回は二部グラフの最大マッチングを求めるアルゴリズムを解説していきます。前回学んだ通り、最大マッチングというのは、可能な限り多くのペアを結んだマッチング、それ以上辺を増やせないようなマッチングのことで、これはどんなグラフでも常に存在するのでした。一方で、すべての頂点がマッチしていて、全く余りが出ないマッチングは完全マッチングと呼ばれていて、こちらは存在するとは限らないのでした。例えばここで一番左の図に書かれている二部グラフは完全マッチングを持つので、最大マッチングを見つければ自動的に完全マッチングが得られます。完全マッチングならこれ以上ペアを増やせないのは明らかなので、このマッチングが最大であるというのは一目瞭然です。一方で真ん中の図と一番右の図は完全マッチングが存在しない二部グラフの例で、真ん中の図は飽和されていない男性が一人いるけれども、女性には全員結婚相手が見つかったという状況を表しています。このように要素数が少ない方の部集合の頂点が全部飽和されているマッチングというのも、それ以上多くペアを作れないので、最大マッチングであることがすぐにわかる例です。これとは違って一番右の図で書かれているマッチングは、どちらの部集合にも飽和されていない頂点があるので、他の2つに比べるとこれが最大マッチングであるとは即答しづらいですよね。もちろんこの例はすごく小さな二部グラフなので、ちょっとよく見れば日本語を中国語に翻訳するという一つのタスクを2人で奪い合う形だから、稼働できる翻訳家はたかだか3名だなとわかりますが、仮に翻訳業務が何百個もあって、翻訳家も何百人もいるという状況だったら、最大で何人に業務を割り当てられるのか、どの業務を誰に割り当てればよいのかというのをパッと見通すことは難しくなります。今日はそれを求めるためのアルゴリズムを2つ紹介します。1つ目の方法は二部グラフの最大マッチングという問題をネットワークの最大流問題に変換して解く方法です。最大流問題が何だったか、どうやって解くのだったかを忘れている方は、第9回の動画で復習をしてほしいんですけれども、軽く記憶を呼び起こしますと、最大流問題というのは各アークにそれぞれキャパシティ、容量が定められているネットワーク D があって、その容量制限を守りつつ、ソース S からシンク T に向かって、できるだけたくさんのものを流すにはどうしたらいいかという問題でした。そしてフォード・ファルカーソンのアルゴリズムは、例えばまずソース S からシンク T に何にも流さないゼロフローなどから始めて、そこに容量制限をオーバーしない範囲で S から T への追加のフローを流し続けるということによって S から T に流れるフローの値を蓄次的に増やしていくという方法でした。より正確に言えば真ん中の図にある通り、ある時点でのフロー F に対する残余ネットワーク DF というのを作って、その DF の中に紫色の矢印で示したような ST 有効パスがあれば、その ST パスに沿って S から T に流れるフローを可能な限り追加するというやり方でした。この場合は紫色で示した増加動の容量が2なので2単位のフローを追加できますから、こちらの図の赤色の矢印のようにフローの値を0から2に増大させることができます。この残余ネットワークに増加動があれば、それに沿って元のネットワークにフローを追加するという操作を繰り返し行って、増加動がなくなったらその時点でのフローを出力するというものでした。で、この最大流のアルゴリズムが二部グラフのマッチング、二部グラフの最大マッチングと何の関係があるのかと思うかもしれませんが、実はこれから説明するように二部グラフにちょっと手を加えて、とあるフローネットワークに変換してやると、その変換後のネットワークにフォード・ファルカーソンのアルゴリズムなどを適用して最大流を求めるだけで、二部グラフの最大マッチングも同時に求めることができてしまいます。それはどのようにやるかというと、まず G のすべての辺を部集合 U の頂点から部集合 V の頂点に向かうように向き付けをします。
そして新たにソース S とシンク T を導入して、ソース S から U の各頂点に伸びるアークと V の各頂点からシンク T に伸びるアークを追加します。するとこのような有効グラフができますよね。で、この有効グラフの各アークの容量をすべて1と定めると、ご覧のようなフローネットワーク D が出来上がります。さて、元の2部グラフ G におけるマッチングと、このネットワーク D におけるフローがどういう関係にあるのかというのを見てみましょう。例えばこの図の緑色の太い線と紫色の太い線で示したように、2部グラフ G の何らかのマッチングが与えられたとします。緑色の辺が1本、紫色の辺が1本なので、これはサイズ2のマッチングです。後の説明をわかりやすくするために、あえて2つの色を使って色分けをしました。このマッチングが変換後のネットワーク D の中でどういう形になっているかというと、2部グラフ G の各辺が U から V に向き付けられているので、マッチング M の各辺も U から V に向かうアークになっています。ところでこの色付きの枠の外側に目を向けてみますと、ピンク色の各頂点にはソース S からダイレクトにちょうど1本のアークが来ていて、水色の各頂点からはダイレクトにシンク T に入るアークがちょうど1本ずつ出ています。ということは2部グラフ G のマッチング M が与えられたら、そのマッチング M の各辺の上流と下流に S あるいは T と接続するアークを1本ずつくっつけてやれば、マッチング M は S から出て U の頂点を通って V の頂点を通って最後に T で終わるという長さ3の ST 有効パスの集合とみなすことができるようになります。もちろんマッチングに含まれる辺の本数とちょうど同じ本数分だけ ST 有効パスができるわけです。ここで2つ重要なポイントがあります。まず、2部グラフ G のマッチングに対応する D の ST 有効パスたちは、必ず互いにない素なパス、すなわち S と T 以外の頂点を互いに共有しないパスであるということです。理由はすぐにわかると思いますが、例えばこの図の緑色のパスと紫色のパスが仮に S から T に向かう途中に通過するピンク色とか水色のどこかの頂点で出会ってしまっていたら、そのような ST パスの集合に対応する U から V へのアークの集合というのはマッチングではないということになってしまうからです。もう一つの注意は、このネットワーク D はどのアークも容量が1とあらかじめ設定しましたので、マッチングの辺に対応する ST パスの容量もちょうど1となります。したがってフローは全く流れていないか、ちょうど1単位流れているかのどちらかということになります。各アークの容量制限を守っているのはもちろんなんですけれども、さらにフローの保存則もきちんと満たしているということにも気を配ってください。つまり先ほど述べたように、マッチングの各辺に対応するどの ST パスも、S から出て他の ST パスで使われていない頂点だけを通って T に至るので、各 ST パスのどの頂点においても、1単位入ってきて1単位出ていくという釣り合いが取れているわけです。これによってネットワークフローの定義を満たしていることになります。というわけで、これらを踏まえると、2部グラフ G の任意のマッチング M は、値が M のサイズと同じ D のフローに対応すると言えます。だから特に2部グラフ G の最大マッチングが与えられたとしたら、少なくともその最大マッチングのサイズと同じ値のフローが存在するということです。ただし、ここで分かったのは、最大マッチングのサイズと同じ値を達成するフローがあるということだけで、それが D において最大フローになっているという保証はまだありません。ひょっとしたら2部グラフのマッチングになっていないような、お互いに独立していない、すごくごちゃごちゃしたたくさんの ST パスに沿ってフローを流すことによって、S から T に流せるフローの値をもっと増やせるかもしれないですよね。ところが幸いなことにそれは起こり得なくて、実は2部グラフ G の最大マッチングのサイズと、今回定義しているネットワーク D の最大流の値というのは常に一致します。軽く証明の要点を述べると、2部グラフ G から先ほどの定義で作られたネットワーク D が与えられていて、で、その D を入力としてフォード・ファルカーソンのアルゴリズムを実行して、D の最大流を得るということを考えます。最初は何にも流さないゼロフローから始めて、残余ネットワークに ST パスがあれば、フローを追加する。この操作を繰り返すことによって、フローの値をどんどん増やしていきます。で、この時の残余ネットワークを自分で書いて確かめてほしいんですけれども、この時点で残余ネットワークの方に増加動がなくなったので、このフローは最大流であるとわかります。
さて、証明の一つ目のポイントは、このアルゴリズムが動いている間中ずっと各アークに流れているフローの量というのは0か1しかないということです。これは各アークの容量が1だから、わかりやすいと思います。特に重要なのは次の2つ目のポイントなんですけれども、U の頂点から V の頂点に向かうアークのうち、最大流 F スターが流れている紫色のアークの集合というのは、元の2部グラフ G のマッチングに対応しています。なぜなら U の頂点は入り次数が1なので、フローの保存則より U の頂点から流出する量は高々1です。ですから U の同じ頂点から複数の紫色のアークが出ていくということはありえません。同様に V の頂点は出次数が1なので、V の頂点に流入する量というのも高々1ですから、V の同じ頂点に複数の紫色のアークが入ってくるということもありえません。つまり U と V の間にある紫色のアークの集合は、お互いに単点を共有しない辺の集合なので、元の2部グラフのマッチングになっていると言えます。で、そのマッチングのサイズはどうかというと、U の頂点にはソース S から出た最大流 F スターのフローが直接全部入ってきていて、それが紫色のアークを伝って V にそのまま素通しで流れているわけです。1番目のポイントで述べた通り、紫色のどのアークにもちょうど1単位のフローが流れているわけですから、マッチングのサイズ、すなわちマッチングに対応する紫色のアークの本数と最大流 F スターの値は等しいと言えます。これで証明終わりです。というわけで、元の2部グラフにソースとシンクを補って、フローネットワーク D を作ってやれば、あとは最大流を求めるアルゴリズムを使うだけで自動的に最大マッチングが得られるわけです。なるべくたくさんの人に仕事を割り当てたいっていうのは、この U から V に流れる矢印をなるべく多くしたいという状況なので、最大マッチングの問題が最大流問題の形に書き直せるっていうのは、言われてみれば直感的にも納得できるというか、イメージしやすいんじゃないかなと思います。では、2部グラフの最大マッチングを求める2つ目の方法として、教科書でも解説されている増加動を使う方法について説明をします。増加動といっても先ほど出てきたフローの値を増やす残余ネットワークの ST パスのことではなくて、今から新たに定義するマッチングのサイズを増やすための増加動を使う方法です。マッチングの増加動という言葉を定義する前に、まずは交互動という言葉から定義していきます。2部グラフ G の任意のマッチング M に対して、M に属す辺と M に属さない辺が交互に並ぶ G の道、パスのことを、M の交互動と言います。例えばこの図では左に2部グラフのマッチング M の一例が書かれています。赤色の太線がマッチングの辺です。で、このマッチング M に対して M の交互度の一例を右に記しました。頂点 A から始まって A1、1B、B3、3D という4つの辺が続いて最後は D で終わる道です。この道においては M に含まれない辺と M に含まれる辺がグレー、赤、グレー、赤という感じで交互に現れていますので、これは M の交互度になっています。一方、交互動の中でも、支点と終点がいずれも M によってマッチしていないものを増加動と呼びます。この左の図は、両方の端点である頂点4番と頂点 A が両方とも M でマッチしていない頂点ですから、交互動の中でも増加動であるわけです。一方で右の図の例は、支点 A はマッチしていないんですけれども、終点 D はちゃんと M で相手が見つかっているので、これは増加動ではない交互動ということになります。で、なぜこれを増加動と呼ぶかというと、これが存在すれば今からお見せする操作でマッチングのサイズをちょうど一つだけ増やすことができるからです。より正確に言うと M の増加動が存在すれば、M よりもサイズがちょうど1だけ大きいマッチングを作ることができます。そのやり方はすごく簡単で、この増加動の灰色と赤の各辺の色付けをひっくり返すだけなんです。例えば左の図のマッチング M はもともとサイズが2で、A さんと4番さんはマッチングで相手が見つからなかったわけですけれども、この増加動 M の各辺の色付けをグレー赤、グレー赤、グレーから赤、グレー、赤、グレー、赤に変えて、マッチングに使う辺と使わない辺を反転させた道を作りますと、このサイズ2だった左のマッチングが右の図の通りサイズ3のマッチングになります。
このトリックは何かというと、定義より増加動の両端の頂点というのは、誰ともマッチしなかった頂点ですから、増加動の最初の辺と最後の辺というのは、必ず左の図の A1 と C4 のようにマッチング M に属さない灰色の辺となります。すると増加動の辺の数というのは必ず奇数のはずだとわかります。なぜなら増加動は交互動でもありますから、左端と右端のその両サイドの辺がグレーで、左右からグレー、赤、グレー、赤と違う色の辺が交互に現れるわけなので、もし増加動の長さが偶数だったら、ちょうどその道の真ん中で同じ色の辺が2つ隣り合うことになってしまって、交互動にならず矛盾してしまうからです。だから増加動の長さは必ず奇数です。するとグレーから始まってグレーと赤が交互に現れてグレーで終わるわけなので、増加動においては赤色の辺よりもグレーの辺の方が1本多いわけですね。だから色を反転させると、グレーの辺がちょうど1つ減って赤の辺がちょうど1つ増えるんです。そして重要なことに反転操作を施した後の赤色の辺たちは、依然として同じ二部グラフのマッチングになっています。各頂点から見れば単に今のマッチングの相手を隣の人に譲った上でお互いにペアを組んでいいと思っている他の相手と、ペアを組み直しているだけですので、一人の人が二股以上をかけたりとか、複数の人が一人の相手を奪い合ったりするということは起こり得ませんから、どの辺も単点を共有しない、すなわちマッチングになっているわけです。というわけで M の増加動が存在すれば M に属す辺と M に属さない辺を反転させるだけで M よりもサイズがちょうど1だけ大きいマッチングを作れると言えました。ちなみにこの右の図はサイズ3のマッチングになっていますが、この中にはまだ増加動がありますよね。ご覧のように単にグレーの辺が1本だけという、長さ1の増加動があります。この場合はそのグレーを赤に反転させるというのは単にあぶれているもの同士をくっつけるという操作になります。で、この命題から M の増加動が存在すれば、さらにサイズが大きなマッチングを作れるので、M はまだ最大マッチングではないというのがすぐにわかります。ただ実は増加動が存在しないというのは、M が最大マッチングであるために必要な条件というだけではなくて、実は最大マッチングであるための必要十分条件なんです。必要性の方は今述べましたので、あとは最大マッチングでないマッチングには必ず増加動があるということを言えれば証明できます。その証明は参考書の方に分かりやすく載っていて、長さが奇数の交互動であるというその増加動の性質がうまく活用されていて面白いと思うので、各自で考えたり読んでみたりしてください。で、皆さんお気づきの通り、この定理は最大流を求めるフォード・ファルカーソンのアルゴリズムを彷彿とさせる主張をしていますよね。つまり最大流問題に関しては、フローの残余ネットワークに増加動がないことと、フローの値が最大であることは同値である。だから増加動が存在しなくなったら、その時点で得られたフローを最大流として出力するという定理があって、それがフォード・ファルカーソンの増加動アルゴリズムの正しさを裏付けていたわけです。最大マッチングのアルゴリズムもまさにそれと同じ考え方で、マッチングの増加動がないこととマッチングのサイズが最大であることは同時であるというこの定理によって、任意のマッチングからスタートして、増加動に従ってマッチングのサイズを更新し続けて、増加動が存在しなくなったらその時点でのマッチングを最大マッチングとして出力するというアルゴリズムが自然に現れます。ただ、唯一まだはっきりしていないのは、じゃあどうやって増加動を見つけるのかという部分です。で、増加動を見つけるアルゴリズムについては、教科書にも参考書にも詳しく載っていますけれども、意外とちょっと複雑で少し理解しづらいかもしれませんから、最後に増加動の見つけ方を具体例を使って実演したいと思います。M を二部グラフ G の任意のマッチングとして M の増加動を探してみましょう。まず増加動はマッチしていない点で始まってマッチしていない点で終わるという道でしたから、まずは増加動の視点の候補として M でマッチしていない頂点 U というのを、どれでもいいので一つ選びます。ここでは3番の頂点を選びました。そしてその頂点 U に隣接する頂点の集合を T1 と名付けます。この T1 は要するに U が希望して叶わなかった配属先の集合というイメージです。で、この T1 の中に M でマッチしていない頂点がある場合は、明らかに増加動がありますよね。
例えばこの図では T1 のうち D と E は相手が見つかっていないわけですから、あぶれたもの同士をくっつければいいだけなので、3で始まって D で終わる長さ1の増加動とか、3で始まって E で終わる長さ1の増加動があります。一方で U の選び方によっては T1 のすべての頂点がもう M でマッチしていて空きがないという場合もあります。例えばここで4番の頂点を U として選んだ場合は T1 は頂点 C だけの集合となりますけれども、 C はすでに2番の頂点と M でマッチしてしまっているので、C には空きがありません。この場合は T1 の頂点と M でマッチした頂点集合 S1 というのを考えて次に進むことになります。この例では S1 は2番の頂点だけからなる集合です。次のステップとして今度は集合 S1 に隣接していて、かつ T1 に含まれない頂点集合を T2 と名付けます。ここでは T2 は頂点 B だけからなる集合となっています。もしも仮にこの T2 の中に M でマッチしていない空いている頂点 V があれば、U から始まって V で終わる長さ3の交互動が M の増加動となります。しかし今回のケースでは T2 の頂点はもうすべてというか一つしかないので M でマッチしていて、残念ながら空きがないのでまだ探索を続ける必要があります。そこで T2 の頂点と M でマッチしている頂点集合を S2 として次に進みます。あとは今までと同様の手順の繰り返しです。この例では、ステップ4まで行った時点で集合 T3 に空きがないかを探した時点で M でマッチしていない頂点 A が見つかりましたので、ご覧のように頂点4から始まって頂点 A で終わる長さ5の増加動が見つかりました。この探索アルゴリズムは2部グラフの同じ辺を2回以上たどることはないので、仮に増加動がない場合でも、増加動を探し続けて終了しないとかそういうことはなくて、グラフが有限であれば必ずちゃんと停止します。なのでこの増加動の探索を頂点 U のすべての選び方について実行すれば、M の増加動が存在する場合は見つけるということができます。よってあとは前に述べた通り、見つかった増加動における赤の辺とグレーの辺を反転させるというトリックで、元々のマッチングよりも1本だけ辺が増えたマッチングを作れるわけです。というわけで今日は最大マッチングを解くための2通りのアルゴリズムを紹介しました。皆さんも自分で2部グラフを書いて最大マッチングを求める練習をしてみてください。